こんにちは、アンナスです。今日もセリアの、刺繍図案プリントクロスステッチレッスンっていうこの初級編のプリント済みの図案を使っていろいろ作ってみようと思います。で、これはセリアで売っているそのプリント済みの図案とレシピが入っているだけの100円で売っているものなんですけど、今日はサテンステッチの練習の布に刺繍します。でサテンステッチの練習とあとこっちにお花の刺繍の図案が載っているんですけど、全部サテンステッチでせずにいろんなステッチを使いながらちょっと別の変わったビフォーアフター的な感じでちょっと違った感じに仕上げてみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、今日は初級のサテンステッチっていうはい、プリントクロスをやっていきます。中はこんな感じのプリントが入ってます。お花ですね。サテンステッチだからお花と丸いやつをいっぱい刺繍するみたいな感じですね。で仕上がりがこんな感じです。ピンクと水色と黒っぽい色のお花と実ができるっていう、連続模様みたいな感じですね。でちょっとこれを大胆にアレンジしていこうと思います。これだけだとちょっと楽しくないので、まずここのお花をちょっと大きくします。もう全然元のやつと全然変わりそうな感じの気配がするんですけど、こういう感じ、上が横線でちょっと膨らむ感じの花びらで、これが茎が短いのでうにゅって曲げてください。で葉っぱはギザギザさせたいのでこんな感じで、中心を描いてシュッシュッシュッって、これも多分ねサテンステッチでやりたいなとは思ってるんですけど、ここはちょっと木の実みたいなのがあるんで描けないから片方だけで、こっち側のお花もちょっと変えます。ちょっとね真ん中を楕円にしてだいぶ変えますね。でこのお花2つに対してもうこれで一体化させる、こういう同じのいっぱいやるのあんま好きじゃないんで、ちょっと毎回違うお花を刺繍して楽しもうとしてます。でまたこれもうにゅんって感じで波打たせて、で花びら葉っぱもうにゅんうにゅって感じに描いてください。これねフェザーステッチでやろうかなと思ってます。でこっちの木の実はここに丸をもう一個足して、で、はい、茎を伸ばして雲みたいな葉っぱをつけてください。でこっちの実はこれが丸だからちょっと楕円にしてみようかなと思います。ちょっと楕円に描き直して、でこのままこれはもううにゅんってさせないでそのまま下に伸ばして、でこういう形のよく見かけますよね、この雫型みたいな葉っぱを描き足します。で、こ
好みはねもうしょうがない、あんまりアレンジのしようがないんで、ちょっと1個ぐらい足しておくかっていう感じですねちょっとね今回絵をだいぶ改造します。でこのなんか謎の丸、私謎の丸好きなんですよね。自分の図案でもよく謎の丸が出てくるんですけど、これをちょっと横長の、ちょっとこれ葉っぱぶつかっちゃうな、ちょっと横長の丸に変えます。なんかこういう左右対称のちょっと記号っぽいお花の感じにしようかなと思います。だから葉っぱも横にこういう感じ、これちょっと丸が形が、はい、できるだけこの丸3つは同じサイズにしてもらって、でこの謎の丸はちょっと潰しちゃって3枚の花びらのお花を作ります。どうしようかな、もう1個つけてもいいけど、まあいいや。これも3枚の花びらのお花、なんか均等にあった方がいいからこの辺にしようかな。3枚の花びらの花で、ただの丸はフレンチノットじゃない、6本取りのストレートステッチでこうやってなんか放射状にするとお花っぽくて可愛いんで、こんな感じもう全然変わりますけど、ちょっとこれでやっていこうと思います。で刺繍糸はちょっと渋めの感じにしようかなと思うんで、こういう一応赤黄緑みたいなのが入ってて、あと中間色水色とか、ちょっとこれヒョロヒョロですね。なんかこういうちょっと渋めにしていこうかなと思います。ちょっと色数多めです。ちょっとこれでまた足したり引いたり刺しながら変えるかもしれないですけど、じゃあこれでやっていこうかなと思います。はい、では膜をはめます。まずこの真ん中のお花から刺繍していこうと思うんで、真ん中のこの一番最初にちょっと書き足したやつをちょっとギリギリです。そう、布がね結構これ端っこまで絵描いてあるんで、本当は自分が刺繍したい絵をど真ん中にしたいんですけど、ちょっとそれをやるとここがギリギリになって枠がはめられないので、ちょっともう端っこにずらしてます。で、真ん中の芯の部分は黄色でやっていきます。サテンステッチは基本的に2本取りで刺繍するので、これも2本取りですね。で針に2本セットして、ここで刺繍していきます。最初ちっちゃい波縫いを入れてギリギリで留めて、糸が渡っている上にザクッと刺すとこれで絡まっているので、出ているところはハサミで切ります。でもうこれは図案の通り丸、もうこの線の通りに丸く刺繍していきます。サテンステッチだから真ん中に1本基準を入れて上と下と埋めていきます。はい、じゃあできたので裏に絡めて、でギリギリで切ります。で次がピンク、薄いピンクでこれも2本取り、はい、で続きをやるときは裏に絡めて
花びらをどうやって刺そうかな縦に刺します。横に刺すと結構めんどくさいんで、もう縦にしようと思います。で、縦に刺すと隣とできるだけこうくっつかないように刺繍しないと。だからその幅はこの下絵の通りにやってもらって、だからちょっと下絵より若干の伸びてる、縦に伸びてるような図案にするといいと思います。ちょっと私の下絵はなんか隣とくっついてるんですけど、くっつかないでちょっと離して長細い長方形の、だからコスモスみたいな感じですね。そう、秋だしね、コスモスにします。コスモスみたいな感じでこうやって図案が隠れるまで刺していって、これぐらいで、これだとあまりにも長方形すぎるので、ちょっとこの花びらのだからコスモスですね、なんか花びらのちょっと真ん中あたりをこう膨らませるような感じで継ぎ足して、でもほぼ長方形です。これを全部やってください。はい、ではお花ができたので茎を刺繍していきます。で、ちょっとやっぱ頭が大きくなった、なんていうんだろう、このお花に対して茎が短いので、茎をひょろひょろにするとすごい頭でっかちのバランスの悪いお花になるんで、ちょっと茎を太くします。伸ばせるだけ伸ばしてもいいんですけど、ちょっとできるだけ茎に存在感が欲しいなと思ったんで、チェーンステッチでやると太くなるかな。チェーンステッチのちょっともうぶっつけ本番なんで、やりながらこれ違うとかいろいろやってるんですけど、3本取りのチェーンステッチでちょっとやってみようと思います。だいたいね3ミリぐらい、そんなに大きくもなくちっちゃくもなく、ちっちゃすぎると今度あれなんですけど、あんまり長くしすぎないで。もうこの辺ぐらい、下のここの丸いイラストのギリギリ横ぐらいまで頑張ってやりました。これで、同じ色変えようかな。なんか今日いっぱい色を用意したんで、なんかいろんな色でやると面白そうな。普通に緑にしましょう。これもなんかフェザーステッチがいいかもですね。3本取りのフライステッチにしようと思います。まず先から出して一目作って、でこうですね、こっちとこっちを、左から出して右に入れて、で下の頂点から針を出して糸をかけている状態ですね。で下に引っ張る。で Y の文字になるようにするんで、ちょっと離れたところに出して、
うかな。これでちょっと図案が残っちゃうんですけど、これ図案消えるそうなんですよね。コメント欄で教えてもらって、なんかお水の中でこすると消えますよって教えてもらって、まだやったことないんですけど、それを期待してちょっとここの見えてますけどね、どうなんでしょう。消えるのかな。消えなくてもそんなに気にならないレベルですね。でこれを左右やっていきます。はい、ではできたので、これはもう完成ですね。じゃあこっちの大きいお花をやっていきます。だからぐるっと回して、はい、これも真ん中黄色でいこうかなと思うんで、一緒ですね。もうこれもサテンステッチ2本取りで、でこっち側は楕円形、ちょっとまん丸じゃなくて楕円形に刺していきます。はい、楕円形ができたので、次のはさっきも下絵で描きましたけど、この花びら2つ分をひとまとめにして1つの花びらにするっていう、なんか荒技をやっていきます。もう全然原型とどめてないんでセリアさんに怒られそうですけど、まずはちょっとね放射状に刺したいので、なんかざっくり放射に入れておいて、で後から間埋めようかなと思います。でこれもさっきの花と一緒で、隣同士くっつかないように、全部ねくっつくとそばぼうろみたいになっちゃうんで、なんかわざと狙ってそばぼうろみたいな感じにするんだったらいいんですけど、ちょっとやっぱそばぼうろは狙ってないので、隣同士はできるだけちょっと離して、花びらはもう独立したものとして隙間をできるだけ開けるようにしてください。で間埋める時はちょっと放射なので、一気に長いのをやったりとか、ちょっと針1個分短いのをちょっとたまに入れつつやったりすると、この内側が混み合わなくてちょうどいいですね。でもあんまりその短いのを入れすぎると内側がスカスカになるんで、そこはなんかこう加減しながらやってください。こんな感じでこの台形のお花をたくさん作っていってください。はい、ではお花が刺せたので、ちょっとこれだけだと寂しいというか、ちょっとコントラストが激しすぎるので、水色でストレートステッチ2本取りでちょっとこう模様を入れていきます。でサテンステッチの上に同じ向きでストレートステッチ入れる場合、埋もれやすいんですよね。だから今みたいにこうやってこうしっかり上に乗せようと思うと、あんまりギュッて引っ張りすぎると埋もれるっていうのもあるんですけど、向きを下のサテンステッチよりもちょっとでもいいんで、こう全く同じ流れにしないってことですね。なんかこの糸の流れだとここに入れるんですけど、ちょっと 2,3 度角度を、なんて説明したらいいんだろう、変えると上に乗せるって感じですね。ちょっとそれぞれ3本ずつぐらい入れてみようかなと思います。かわいいじゃあこれで裏に絡めて、はい、
で茎と葉っぱはなんかあんまり色変えすぎると変かなと思ったんで、ここはねちょっと揃えようかなと思います。なので、3本取りのチェーンステッチでここぐーっと3本取りのチェーンステッチでやった後、フライステッチですでやっていきます。じゃあまずチェーンから。はい、ではチェーンができたので、フライステッチですねフライステッチをしていきます。で6本取り絡まってる6本取りでもこもこやろうと思います。さっきは3本取りでやってたんですけど、6本に変えると、であと結構ねぎゅうぎゅう詰めにしてやってみようかなと思うんで、まあこれぐらい、0.8 センチっていうのかな、1センチよりちょっと短いぐらいのストレートステッチを入れて、でフライステッチをここに入れますよね。入れたらもうY の文字にしないで V の文字、英語の V でもすぐ近くに作る。もうこれでなんかぎゅうぎゅう詰めにしてもっこもこに刺していくと、なんかまた違ったフライステッチ、このスカスカのやつとまたちょっと違った感じになって面白いと思います。でこれをこう左右葉っぱこれでやってみようと思います。はい、では葉っぱもできたので、次に行きます。次はこの実をやってみようかなと思います。もうこの楕円形はサテンステッチ横で刺して、でチェーンステッチ3本取りでやっていこうかな。なんか揃えた方が可愛いですよね。で葉っぱはサテンステッチでやっていきます。縦に刺していきます。それでちょっと楕円形みたいな感じのものを4つ作って、でその後チェーンステッチで茎を刺繍して、で葉っぱは葉っぱの色ですね。これで裏に絡めて、渡り糸にするとこれ布の白だから裏写りするんでちょっと面倒くさいんですけど、1回ずつこうやって切って作業していきます。はい、ここのチェーンはこの紺色っぽい色で刺してます。で次が葉っぱですね。葉っぱはサテンステッチで普通に刺していくので、まず頂点から作って、ちょっとこうガイド線入れておいて、間を埋める。あとは斜めを保ちながらずっとこう下に刺していきます。でこっち半分が終わったら反対側も半分ずつ埋めていきます。では葉っぱができたので、これはもう出来上がりですね。ではこっちの
なんかただの丸から派生させすぎなお花を刺繍します。面積の広いところって言ってもそんなに広くないんですけど、ここに並縫いを入れて、サテンステッチで全部埋めていきます。お花の部分。真ん中は楕円形のサテンステッチで、外側は放射状のサテンステッチで水色と黄色を使います。楕円は横に1本入れて、ちょっとね大きめに作っとくといいです。サテンステッチが真ん中にあって、外側にまたさらにサテンステッチやるときってちょっと若干ちっちゃくなるんですよね。何でもそうなんですけど、だからって言ってものすごい大きいの作るっていうわけでもないんですけど、なんかそういうの頭に入れておくと、線の外側ぐらいでいいんですけど、若干大きめを作っといてもらって、でこれも渡り糸になると表に出るんで1回ずつ切ります。で黄色も2本取りのサテンステッチで、放射状に刺していきます。放射状はさっきのここの台形の形と一緒で、やっぱ中心がちょっと重なってしまうので、たまにちょっと内側みたいなの入れるといいんですけど、なんか細かすぎて難しいんで、あんまりそこまでしなくてもいいかなっていう感じです。じゃあこれで放射に刺していきます。放射に刺すときはちょっとガイド線こうやって入れておいて、間を埋めると埋めやすいです。はい、ではお花できました。葉っぱはこの葉っぱと同じ刺し方で、先がとんがってるだけですね。じゃあ次はこの木の実をやっていきます。木の実は6本取りのフレンチノットをしようと思います。2回巻きです。ちょっと1個だけだと埋まらないんで、3つぐらい入れてみようかなと思います。3つぐらいですね。じゃあこれで他のもやっていくんですけど、糸渡らせてもいいかなちょっと近いのでここは渡らせます。だけどちょっと他のところは1回ずつ切ろうかなと思います。はい、だいぶできてきました。今さっきここフレンチノット3つずつ入れたんですけど、茎はチェーンステッチですね。チェーンステッチでやって、こっちも同じようにしました。で葉っぱはサテンステッチだからこの辺の刺し方と同じで、なんかこう雲みたいに丸く刺していきます。もうほぼ出来上がりですね。じゃあこの謎の丸を何か違うもので埋めていこうと思うんですけど、ちょっとフレンチノットを入れてしまったんで、フレンチノットが潰れるけどしょうがないですね。後でちょっとアイロンとかの時にちょっと整えるとして、もう刺繍枠はつけてしまいます。6本取りのストレートステッチを入れていきます。なので、放射状に刺していくでも玉留めですね。こんな感じで放射状に6本取りで刺すだけでもう十分お花みたいに見えます。これでいいかな。なんかフレンチノット入れるとこれの子供みたいに見えるんでやめときます。なんかピンクじゃない方がいいかな。
でもピンクの成分が今回少ないので、やっぱピンクの方がいいですよね。じゃあこんな感じでこのストレートステッチでお花を埋めていきます。はい、では、結局ピンクやめて青にこの色ですねにしました。でストレートステッチはできるだけちっちゃい方が可愛いんで、その丸い絵の線のちょっと外側出るぐらいのストレートステッチを放射状に入れてます。でなんか3つのお花って言ってたんですけども、あんまりいろいろやらない方がいいかなって思ったのと、あと枠をはめるのであんまり端っこだとなんかいろいろやってももう見えないかなと思ったので、これでもう完成にします。ちょっとアレンジしすぎましたねこれにまたいつものように刺繍枠はめてっていう感じでやっていこうと思います。ではなんか私がよく描いてそうな図案になりましたねなんか私の図案でこういうのありそうな感じ。まあ私がアレンジしたんでそうなんですけど、じゃあこれをいつもの白の刺繍枠にはめて、なんかここね、なんだろう、お水につけると消えるのかな。なんか消えなかった。普通に霧吹きとかだけだと消えなかったので、多分水につけないとダメなんですね。なんでもそのままで。そう。もうちょっとそうずらしたいけど、ここ布がギリギリだからしょうがないですね。ってことはもうちょっとここも刺繍すればよかったのかな。まあいっかでも1個ちっちゃい枠にすると、例えばグレーとかにすると結構ギリギリなんですよ。グレーの方がいいのかな。そうなると結構お花がこれがギリギリですけど、まあここが見えなくなるんで、じゃあ10センチで、いつも12センチの白い枠にしてるんですけど、じゃあ今日は10センチでグレーの枠にします。あとね、このシリーズピンクと黄色があるんですけど、黄色、そう、グレーがいいかなこれでいつものようにカットして串縫い。なんかお花のここが余ってるんで、なんかここだけとかでこうブローチにしてもいいかもしれません。私はもう割とこれで満足したんで、もうこれでいいかなと思います。はい、こんな感じで出来上がりです。ちょっと玉留めがボコボコしてますけど、まあ、そういう時はちょっとこううっすらこっちに出てるやつをこう針で中にグイッと入れ込んでください。はいはいちょっと申し訳ないぐらい変えてしまいましたが、こんな感じですね。全然違います。この上の部分を使ってもうお花ちょっとアレンジしすぎましたね。まあでも楽しかったです。もうなんか私の図案って感じになってますね。
はい、よかったら皆さんも真似して作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。